なんか高さは落ち着いたかな。3、4週間経ってもうショックも馴染んだ頃だと思いますんで、高速道路でちょっと試運転をしたいと思います。こんにちは、どうも。この間アライメント行ってきました。まっすぐ走ってたんだけど、こう逆ハの字、タイヤが開いていた状態だったので、それで高速道路なんか乗ったらやっぱりタイヤが減るだろうなと思って、今回は早めにアライメントをしました。でこれで先にやったリアショック、リアの一応スタビライザー、フロントのショックアブソーバー、フロントのスタビライザー、あとタイロットエンド、それとロアームボールジョイント、そこまで交換して素人が組み上げた状態で高速道路に行くわけですけど、はっきり言って怖い。一応もう一回走る前に軽く点検してガタがないかを見たんで、大丈夫でしょう。ちょっとこれから高速道路一区間ほど走って例の振動が出るのかどうかですね、そのあたりを見てみたいと思っております。ハブも変えたんですよ。フロントタイヤのハブベアリングが変わってます。これでダメだったらもうね、ドライブシャフトってとこになってくるんだと思いますね。ドライブシャフトは嫌だなっていうか、もうまたあそこまで外すのはもうしばらくやりたくない。ほんとめんどくさかった。座ってやるっていうか、あれダメですね。一般人は高いところまでリフトで車を持ち上げられないので、どうしてもジャッキアップの高さぐらいだとね、腰が痛いったらあれはしないんですよ。辛くてね、もう本当嫌でした。もう一回やるっつったらっていうかね、もう年なので日に日にね、体が弱ってるはずなんですよ。一日でも早く作業しないと、昨日締められたボルトが今日締められないみたいな現象があってもおかしくないので、頑張って早めにできることはやらないと。今日のところはその問題があったボディの振動ですね、シミ現象というか、あちらがなくなっていればひとまず成功と、なくなっていなかったから失敗だって言って元に戻すわけではありません。予防整備ということで、実際のところね、もう全部油切れになってて、部品的には交換しても全然問題ないというか、交換するべきだったような部品だったので、そこは問題ないですけどね。っていうかそうだね、年取ってくればくるほどますますね、出せる最高速度がだんだん低くなっていくんじゃない？もしかしたら。そしたらもう二度と振動なんか起きないんじゃないかな。なんともね、本末転倒な感じがするんですけど、一応これでフロントとリアはほぼ新車と同じ状況にはなってるわけですよ、硬さ的にね。走ってみたところ、乾燥というか、もう最初からもう違いがあるんですね。駐車場とかで止まった状態からこう
右に直角に出たいって言った時にゆっくりこうハンドルを結構切って右に曲がっていくじゃないですか。その時に左の前の方からこうタイヤが横に滑ってる、押されて前に滑っちゃってるみたいな、なんかそんな音がしてたんですよ。なんかゴリッゴコゴコってで、あ、これは昔あったドライブシャフトだなって思ったんですけど、なんかその現象はもしかしたらドライブシャフトじゃないかもって言ってくれた人がインスタグラムにいまして、人の話はすぐ聞く方なのでじゃあハブリング変えますって言って変えたんですけどね。ドライブシャフト大変なんですよ。なんか全然日本のネットショップになくて、アメリカの eBay かなんかにあったんだけど、左右で5万円ぐらいだったかな。これだったら買えると思ったけど、送料24,000円でね、その送料はちょっとなんか出すのがあまりにもバカらしくって、いやちょっとな、それじゃやめとこうなんて。ドルと円のレートがもう少し変わってね、円が高くなってくれれば送料込みでね5万円台になってくれれば絶対買っちゃうけどね。そこまでにはならないとしてもね、そういった症状もあったので、タイヤ持ち上げて回してみたりドライブシャフトのチェックもしてみたんですけど、異常が見られないんですよね。で、じゃあベアリングかっていうと、こう静かに走らせてる時に異音がするわけでもないんですよ。でベアリングがおかしくなってきた時のその音とか、なんかガリガリって音がするとか、あとは綺麗に回らないとかね、そういったのもいろいろとテストしてみたんだけど起きなかったんですよね。それなもんだから、実際のところの原因っていうのがベアリングなのかドライブシャフトなのかって言ったらどっちとも言えない、どっちも原因としてわからない。それで全部変えて、あとは路面と空力と、両方でもうその振動の振幅が合ってしまって、ある一定の速度でもうブルブル震えるっていう状況だとしたら、ショックを変えることによって違いは出るはずですよね。それを期待してやってるわけですけど、これでまだ振動が出るとしたら、もうこの車、この個体の癖みたいなもんだろうなと、ダメだっていうことになります。変えるとか、スプリングを変えるって手もあるか。プロの方だったらもっとここを緩めたらとか、ここを固めたらとかなんか出てくるのかもしれないですね。
素晴らしい。よかった。とりあえずね、治ってきました。結構、やっぱこれだったんだっていう原因を何か一つに絞れって言ったら絞れてないんですよね。結局分かってないんですけど、それでもまあ足回り一式っていうところを交換した。そしたら治るよっていうね、そこまで分かった。それでいいかなっていう気がしますね。そういうところは当たって。鑑識なんですって。なんで今更ねあんな評判の悪い鑑識にしたんだろう。全リコールですよ。あんなの日
本国内走れないよ、そんな車。この車もそうなんですけどねまあだからね、ちょっと山道もね空いてるっていうなんか確証がない限りね行く気がしないんですよ。櫛ヶ原高原とか行ってみたいんだけどね、行けない。平地だけ走ってることになるまで、山道行ったとしても春名とか秩父の美濃山とかその辺ぐらいかな。高木妙義ぐらいまで行けるか。まあ遠くに行く気がしない。行きたくてしょうがない。その代わりもう Google マップ見てね満足してますよ。でまあ2024年ももう終わってしまいますが、この道をちょうど走って2024年はこんな作業するみたいな話をした動画がつい最近撮ったばっかりのような気がしますので、もう来年は何しようかなみたいな感じ。今年はだって変な暑さがねずっと続いてたしね、やっと涼しくなったら変なタイミングで雨ばっかりだしね、どうしようもなかったんですよ。無理してやることでもないしね、これ趣味で遊びでいじってる感じですからね。動かないんだったら早くやろうって気がするけど、動くし車検に出さなきゃなんないから早くしないと間に合わないみたいなこともない。まあ来年もう車検なんですよね。ただ何も悪いところがないのでそのまま出しちゃってもいいかな。来年お金が貯まったらやろうと思ってるのがこのフロントのブレーキのディスクですね。ブレーキディスクとブレーキパッドはディクセルの、すすが出ない汚れが出ないやつに変えたいです。早くまず洗うのが大変なのでね。ギアはもうディスクもパッドもディクセルに変えましたけど、やっぱり綺麗、全然汚れない、素晴らしいですよ。気が変わるかっつったらそんなの分かりっこないしね、競技者じゃないので。ブレーキパッドを変えて、あともうそろそろあれだね、ウォーターポンプとか不安だなとか、ボールキャニスターが大丈夫かなとか、そのあたりもうエンジン内部的なところになってくるような気がしますね。まあ足回りはもうどうしようもないな、もう直すとこはないと思います。そんなこと言ってる間にもうタイヤが減っちゃってタイヤ交換が必要になってきちゃったりするかもしれないですけど、またタイヤ交換して1万キロ走ってないからねっていうか買ってからすら1万キロ走ってないから、3年経って1万走ってなくない？これ今7万6100キロ、ほとんど走ってないですね。もともと趣味のために1台安い会社を買って、でそれを直すところを動画に撮ってみたいなっていうのがあったもんですから、目的通り乗るために買ったんではなくて直すために買ってるからね最悪なんだそれは。ほんとね、クラッチは直せないよ、さすがに。クラッチはディーラーさんで直してもらってよかったね。ほんとね、これは
もう中古で買ってきたら、鑑識 DCT だったらもう中古で買ってきた段階ですぐディーラー持ってってクラッチ交換してくださいっていうぐらい、そのぐらいしといた方がね気持ちがいいですよ。っていうかクラッチ変えた状態で中古で売ってほしい。ブレーキパッドとか変えてから納車しますかとか言われたけど、知らなかったよね。クラッチ交換してから納車してくださいって言った方が良かったっていうね。ブレーキパッドとディスクフロントとリア両方買ったらやっぱり8万ぐらいしちゃうんですよね。そしたらあと10万円出してクラッチ交換最初にやってくださいっていうぐらいのことをした方がよっぽどね満足度が高いと思いますね。あと直すところって言ったら本当なくなっちゃいましたね。このボディになんか少しね自分でラッピングとかしてみたいなとかっていうのもあるんですよ。ベースがシルバーのやつでラッピング系とかなんかそういう模様をつけたりする人ってほぼいないんですよ。海外の TT で随分いじってるなってやつ見てもベースが白だったり赤だったり青とかね珍しい色の車あるんですけどシルバーが少ないんですよね。ただ私的にはねこの TT はシルバーがすごい似合ってると思ってるんですよ。すごい近未来感が出るんですよこのシルバーが。でただのシルバーじゃなくてなんかね少し白っぽく光るシルバーなんだよね。パッと見 UFO みたいな。で夜見たりするとなんかね超高級な馬車みたいな、なかなかね綺麗なんですよこのシルバーって。いろんな細かい傷とかを直すっていうのもやってみたいんですよね。細かい傷とか結構ワックス的なものが乗っかっちゃってますからね。一回綺麗に剥がしたいな。電動工具でウィーンって全部綺麗にピカピカにもう一回してみたいですね。この車はねやっぱね綺麗にしとかなかったら何の価値もないっていうか、RS とかね TTS とかじゃないですからね。一番安いグレードなんでそうなると見栄えしかもう自慢するところがないんですよ。それでも今まで乗った車の中では一番速いね。セリカの GT4 も速かったけどちょっと違う。この車は異質。ここまで直してきたらもうあとは大事に大事に乗っていきたいと思いますよ。エンジン周りは大丈夫だと思うんだけどね。中に入っているグリスは全滅でしたからね。全て乾ききってしまっていたのでそのあたり潤滑がなくなっているような部分っていうのはまだ変える余地があると思いますね。あとお金がなくてちょっと一番後回しにしそうなのはこのナビですよね。これはもう2012年モデルのクラリオンのやつか。地図が古くてねナビとしてほとんど
使えないんですよ。性能的にはすごいいいんだけど、地図が古い、道がないとこばっかりで、だからなんかアンドロイド系のやつですか、ああいうのもっとモニターのでかいやつとか交換してみたいですけど、あれこそ自信がないんで、電子工作大好き少年だった私はなんかね、ああいうのめんどくさくて嫌いなんですよ。実は好きな選手で嫌い。だからそれはいつやるかどうかはできたらやろうかなみたいな。ナビとかでその車を快適にするような装備っていうのは長距離運転をする人以外に意味ないじゃないですか。長距離運転しない人間からするとやっぱり使わないかな。使いたいのに使ってない。夜のドライブとかしたいけど、もう今眠くなっちゃうしね。ですね。まあここまで来ましたんで、またそうだ、やっと3年経って1000人の登録者の方に恵まれることになりまして、どうもありがとうございます。3ヶ月で1000人いかなかったらそんなチャンネルやめた方がいいらしいですよ。本当はとっととね、違うテーマでねやり直した方がいいらしい。3年やってるっていうか、まあね、一生懸命皆さんチャンネル登録お願いしますみたいなのってなんかできないですよね。撮りっぱなし動画ばっかりですから、そのうち家にあるウイスキー飲み動画とか撮ろうかな、ライブで。それでは皆さんどうもありがとうございました。シミ現象解決の巻でした。それじゃあまた。